This time we will send you the full version of Kenichi Kodama's Perfect Jive. Let's have fun and learn. Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too. Let us do our best. Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too. Let us do our best. Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodama's Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too. Let us do our best. This time we will send you the full version of Kenichi Kodama's Perfect Jive. Let's have fun and learn.ジャブラインを説明するために、3つのラインを黒板に書いてみました。基本的なラインになるものは、A のこのラインとなります。で、私のいつものトップに使っているラインというのが、この黄色の C のラインになります。そして、あまりよく見かける、よくある失敗される例として B のラインを用意しました。基本的なラインのこの A のライン、こちらが説明しますと、アビームからのアプローチで、ここで角度を落とします。落としていって、この間にどこら辺にターンをし始めようかというと、少し余裕が持てます。このラインに使うと。そして、ターンは、ここから、このターン。で、終了します。そして、ラストしていきます。私が使う C のラインというのは、やはり W のラインからアプローチしていきまして、ここで、一瞬角度を落とします。落として、こちらからもうすぐにレールをかまして、単独的にレールをかまし続けて、ここでターンを覚えます。そしてラストしていきます。ですから、ターンとしては、ご覧ください。この長い回転です。この B のラインの、ダイブの例としては、クローズホールドからのアプローチで、板をこう回し込んでしまうというような例です。
で、この人の、感覚として、クローズホールドでアプローチ実際はしてるわけですけども、この人の感覚としては、アブリムでアプローチしているような感覚で回し込んでいるっていう、おそらく錯覚をしているトライが多いと思います。ですので、この A の基本的なラインとの違いというのは、この落とすラインが実際この B のラインとしてはありません。ですので、この板を回していく距離自体が、回し込む距離が長すぎます。ですから、この人の動作の魅力としては、よく言うのが、ここら辺でレールを返してしまう。返してしまうことによって、実際まだ距離がありませんから、レールをどういう状態でこういうふうに取れない、遠すぎていけない。そして、こういうデモフラフラしてジャブで落ちてしまうとか、この針の部分で、極端な板の動きをしてしまうために、だからバウンドしてしまう。バウンドして刻んで、制御しないで散ってしまうとか、そういうようなパターンがよく見受けられます。で、この、B の人の、この、ジャブを改善するためには、この A の基本的なラインの通りに、こちらのアプローチするための、落としていくラインが必要になります。ですから、クローズホールドから来ても構いませんけども、アビームに入って、そして、アビームからクォーターリー、そして回し込んで脱出していくというパターンが理想的になります。これが B ラインの失敗例です。アビームからのプレーニングしている状態から、まずはじめにジャブに入る一番初めの動作というのは、マスト手の逆手から順手に変えるという動作が一番初めになります。そして、手を後ろに、ブーム手を後ろに広く振ります。そして、ハーネスを外す。後ろ足のフットラップから後ろ足を抜き、荷重をかけるときに、その理想的な場所に後ろ足を、そして、セールを後ろ手を、この時を脇を締めるような感じで、それから後ろ足に荷重を回し込んでいく。で、この時に若干右肩、左肩の方で、右マスト側をちょっとだけこう押すような人間ですね。押すような感覚で板が回っていきます。そして、セールを前に動かしていって、クリューファーストに持ってで、この時に前足も動いていますね。この状態。そして、後ろ足をボードの中心線ライン上近くに置きます。で、クリューファーストで風が入る前に、実際はマスト手をイン側に乗せて、ボーム手を離します。そして、ボディ引き寄せて、ボームとブームで、セールをやります。そして、前の足をストラップでで、後ろ足をストラップに入れて走っていきます。今度はストラップの深さについてお話しします。ジャイブの時に膝をよく入れなさいっていう話をよく言います。で、この時に膝を中に入れるとどうしてもかかとが浮いてきます。で、この時にかかとが浮いてしまう時に十分な深さがないと指先が抜けちゃいます。そして
意識するところは、膝を入れて、なおかつ、この方で、少し板を、トラックを、こう上にこう持ち上げるように、こういう風に持ち上げるんではなくて、膝を入れることによって、これが上がります。この上がる時に、この方に力を感じる。この力を感じるだけで変わります。でこの状態で、荷重をかける。よく先ほどお話ししましたストラップが浅い場合なんかは、ここでちょっとセッティングをこので上げています。この時に膝を入れる時に同じように肩を入れてきます。引いてくると、この方で十分に力を感じることができません。指先でしか感じない。で、この状態で例えば何をこうバウンドしていくような形。板がこうバウンドしてますね。この時によく足が抜けてしまう。でこうなるともう、ジャイブはもうここで終わっちゃいますから、十分な深さがあって、なおかつ高度、力を感じれるぐらいの深さがないと安定して板を回し切っていきます。なるべく、この十分なその深さを余裕を持って取ってあげることが大事です。で、これは、今の、この、板がまっすぐ走る状態でのセッティングなんかでも、やはり後ろ足のストラップで、かなりの割合でこう、押さえて走らせることが、今、本部なんですけども、その状態で前足がかなりこう、抜けやすくなることがあります。で、この時に、前の足で、こう、キープしてあげるためにも、十分な深さがないと、指を曲げてキープすることができません。浅いと、指を曲げずに曲げることができないものだから、よく抜けてしまったり、そういうようなトラブルになります。直進で走らせている時なんかにも、最近のセッティングでは、後ろ足にかなり重心乗ってますから、前足が抜きやすくなります。で、この時に、足の指を持ち上げるような形にしないと、足がトラップから抜けてしまいます。で、この時に十分な深さがないと、やはり持ち上げて、キープすることができません。足をこの場にキープさせることができません。そして、ジャイブの時には、かかとを上げても、足が十分トラップにキープされている状態を作ってあげないと、安定したジャイブができます。ジャイブの時の前足のストラップのセッティングの基本的な考え方です。ジャイブにおけるセールを引き込んでからの重心の移動なんですけども、この時に後ろ足に荷重をかける時プラスかける時にこの動きプラス前足の動きですけども、膝を入れてなおかつ中に入れ込みます。で、この時の動きとしては、前足の足を中に押し込むような感じで力を加えます。そうすると動きとしては、膝が板の中心ライン上から中にこう入るようになります。そして膝が近くなります。で、これによって板の板への重心のブレが少なくなります。一定の荷重で板をプッシュすればいいんですけど、荷重を与えることができます。ジャイブの時は必ず板が回っていく進行方向を視線で追うようにしてください。セールをクルーファーストまで持っていくときに、ここでいきなり回しきらない。で、この動作をする前に、セールを返す前に、もう一つ動作を加えます。それは、
セール自体の位置を前に持ってきて、クリアファースト。セールを開く前に、セール自体の位置を前に移動してから、クリアファースト。これで問題が解消します。ジャイブにおける一番不安定になる部分というのは、セールを返してからです。で、このセールを返してからの動作は、なるべく、その時間としては、なるべく少なくした方が、よりいいです。バランスが崩しにくいです。そのために、セールを、ルール手を離して、セールが返ってくるのを待つのではなくて、ここで、離してから、引くようにしてください。ここで、引く。この引く動作が、セールを返すのに、すごく有効に働きます。もちろん、セールを返すときに、引っ込んで、前に持ってくるっていう動作。そして、クリューファーストっていう動作を忘れないでください。そしてこの C のジャイブラインが私のジャイブラインです。このジャイブラインは私たち選手が求められるいかに失速の少ないジャイブをするかという部分で私が使っているジャイブのラインです。アリングからアプローチしてきまして、ここで若干板を下らせます。下らしてからアプローチに入って断続的に板をかまして脱出していきます。で、このジャイブのラインで一番重要な部分は、このアプローチの部分です。アプローチの部分で、すべて、自分の、この、リズム、本当に位置関係とか、あと、ジャイブのラインの入る場所とかを見なければいけません。ですので、このアプローチの部分で、後半が全て決まってしまう。ですけども、これがうまくいけば、スピーディーな失速の少ないジャイブがあります。そしてこのジャイブのラインというのを中に入れ込むことももちろん可能ですから、ジャイブの運を舐めていくことも可能になります。もう少し詳しく説明しますと、アビューで流していって、そして若干板を下らせます。下らせまして、その下らしたその動作のすぐに板をかまして、断続的に回して脱出していきます。で、このドライブの一番大事なキーポイントになる部分が、こちらのアプローチの部分です。で、こちらの、アプローチの部分で詳しく説明していきますと、キーポイントになるこの部分を説明していきます。風向きは、そうですね、アビューに対して。で、ここで基本動作をこれから説明していきます。だから入りまして、脱出していくんですね。で、これから、自分がこの動作を、付け加えて説明していきます。アビームからこう、セーリングしている状態からあります。で、このセーリングしている状態から、ジャイブをそろそろしようっていうことで、まず一番初めに起こるその動作としては、先ほどの基本的な動作と同じなんですけども、後ろ手を後ろに目いっぱい広く取ってあげる。で、この動作はすごく大事な動作です。で、そして、ハーネスを外してあげる。ハーネスを外して、それから後ろ足を抜いて
ストラップから抜いて、ステップを踏む場所に置いてあげる。で、このステップを踏む場所もかなり大事になります。そしてこの時に注意しなきゃいけないのは、セールをこれを必ず従わないといけないです。これはもう基本的な一番大事な部分ですから、プロの動作が完璧にできる人にとっては、この動作っていうのは全く問題ないとは思いますけども、大事な部分です。そして、セールを引き込む。引き込むと同時に板をプッシュしてあげる。で、この時に、実際は、この引き込んで自分が前に入ります。前に入って、で、後ろ足に荷重をかけてあげる。で、この時に、板をこう蹴り込んだわけじゃないんですけども、レールにこう乗っかってあげる。そして、ラインに乗っかってそのまま板を回していく。雰囲気として、ここでセールを引き込んで、と同時に、後ろ足を荷重かけてあげる。そして、板がこう回っていく動作に対して、セールの動きを先ほど説明した通りに、鞘から刀を抜くような雰囲気で前に持っていってあげて、クリューファースト。で、クリューファーストの時に、後ろ足を抜いて、後ろ足を前のボールの中心線のライン上に置いてあげる。そして、セールを返す。という。このジャイブのラインと、先ほど説明しました A のラインとの大きな違いというのは、セールの位置にあります。というのは、こちらの先ほど説明した A の基本的なラインというのは、下らして、それから板をこうかましていくっていう動作になりますから、動きとしてはこのようなボールの位置に対してセールは開いている状態になります。で、これに比べて、こちらの私が使っているジャイブというのは、アビムからちょっと落とした角度からの板の荷重ですから、このセールの位置、ボールの位置に対してこのセールの位置で動作が行われます。ですから、自分の向きとか、自分の手の位置関係とか、そういう部分がかなり大きく違ってきます。で、こちらの A のジャイブの場合なんかは、自分の位置からかなり前にセールがあります。ですから、前の手なんかでもかなり前が伸びている状態、そして後ろの手は少しこう曲がっている状態でジャイブに入るパターンになりますけども、こちらの私のジャイブというのは自分に対して近い位置にかなりセールがあります。で、それから動作を起こして板をこうかじかけて自分が中に入っていくっていうことが可能になります。というのがこちらの私の C のジャイブの特徴になるんです。で、これを頭の中に置いた上で説明しますけども、アビームからアプローチしてきまして、一番初めに動作を起こすポイントとして、後ろ手を広く取ります。広く取って、ハーネスを外します。と同時にセールは前に行きますよね。前に移動します。そして、後ろ足を抜いて、前にステップを踏みます。で、この動作でもセールは若干前に移動しますよね。で、この移動していくっていう、これがかなり大事な部分です。で、ここで引き込んだ状態で、セールは自分のボールとセールを前に運んでくれる大事な位置にこう、いなくてはなりません。それが、この手を広げる。そして、自分が前の足のステップを踏むっていう、後ろ足のステップを踏むっていうことで、そのセール位置を大事なポイントに持っていくことが大事な部分です。で、そして、セールを引き込む。引き込むと同時に、後ろ足で荷重をかけてあげる。荷重をかけて、で、この時に、一つポイントになる部分が、
前の手を広く取るんではなくて、前の手をこう伸ばすんではなくて、自分の肩を中にこう入れてあげるような感覚で回し込んであげると、セールの重心と自分の重心がより近くなります。で、そしてセールが極端にこう水面に対して近くなりませんから、その自分の、荷重よりその中に入れることが可能になります。そして、先ほど説明したような感じで A の基本的なそのセールの動きですよね。鞘から肩のを抜くような雰囲気でセールを前に持っていってあげる。そしてクルーファースト。クルーファーストの時に前足のストラップがねじれます。ストラップから抜いた足がねじれまして、そして後ろ足をボールの中心ライン上に置いてあげる。そしてセールを返す。ということです。自分の場合はクルーファーストが実際はありません。クルーファーストのタイミングはもう自分のその感覚の中で、必要はない状態になってますから、クルーファーストはなしにしてます。実際、クルーファーストを使う場合なんかには、例えばバランスを崩した場合、板がバウンドしてしまった場合とか、風が、ブローが途切れて、そのバランスを崩してしまった時なんかには、クルーファーストを取り混ぜて風を掴んでからバランスをキープしながら突起していくっていう形を使います。以上が私のジャイブラインです。ジャイブというのは、ジャイブ中というのはセールからのパワーが全く供給されていない状態で、終了しなければいけない動作ですから、実際その今まで蓄えてきたスピードを使っていかに失速を少なく回し切るかというのが一つの大事なキーポイントになる部分です。で、これは、いろんな原因によって失速が起こります。例えば、セールの動き。セールというのは、必ず風が流れています。空気が移動しています。で、この流れている空気を止めてしまうような動きがあると、その、惰性で回っている自分のパワーを無駄に使ってしまうことになります。例えば、セールを開いてしまう。開いてしまうってことは、その、進行風に対してそれを止めてしまうような動きになります。それとか、板の動き。板の動きを広くこう、安定した状態よりも、こう、広く、例えば、バウンドさせてしまったりとか、大きな動きをしてしまうと、大きなスピードロスになります。例えば、ハーネスを外すときに、大きな動きをしてしまうと、板もかなり大きな動きになってしまいます。それと、セールの動きに対してみても、開いてしまったりとかすると、失速の原因になります。あと、波を広く、バウンドしてしまったりとか、そういう風な動きをしてしまうと、板がこうやって波打っているうちに失速してしまう。あと、ジャイブの脱出するときに、例えば、波の背でジャイブを終えてしまうと、その波に乗っかっていくっていうパワーでロスをしてしまう。実際理想的なのは、波のボトム側で脱出するのが一番パワーのない状態にとっては理想なこの状態になります。これが減らす原因、失速を減らすポイントになることです。これを行くまでウィンサーフィンを楽しんでください。そしてまた新しいビデオが来ましたらまたお会いしましょう。golden bright, flecks gleaming in my eye. The dark chills my bones. Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too.
Let us do our best. And the bluebirds fly southward to paradise, wing to wing, night by night, not knowing what they will find, leaving the trees they grew to love under the summer sun. But every bluebird knows the winter must come. Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too. Let us do our best. Yeah, 'cause one day I'll find the smiles and the tears I've cried. They bring the meaning to my life. They bring the meaning to my life. Ooh. Well, the days drift by, they pass Kenichi like a Kodamas, summer breeze. Professional Perfect Jive. Hashtag 1_line approach and bear at the same time synchronize completely. Hashtag 2_step back to tail, make sure to turn with board trim. Hashtag 3_ things to keep in mind when turning at its peak, be aware of the drive of the board. Spinning to the ground, but I lay my head down and be where I'm found. Whoa, Lord, at the end of the day, all my joy, all my pain will change over time. Kenichi All I Kodamas, can do is Professional Perfect walk in Jive. the starlight. Hashtag 1_line approach and bear at the same time synchronize completely. Hashtag 2_step back to tail, make sure to turn with board trim. Hashtag 3_ things to keep in mind when turning at its peak, be aware of the drive of the board. Whoa, they bring the meaning to my life. Whoa. Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. This time we have sent you the full version of Kenichi Kodamas, Professional Perfect Jive. Let's have fun while learning, while improving our image over and over again. I'm sure you can do it too. Let us do our best.